こんにちは、ノーベルと申します。今回はコールタワーの説明をしたいと思います。初心者の方には難しい説明になるかと思いますので、お知り合いの中級者、上級者の方に具体的に聞かれた方が良いかと思います。編集は苦手なので、音声多めになってしまいますが、できるだけ分かりやすく伝えようと思っておりますので、よろしくお願いします。マップの詳細については URL を概要欄に載せる予定でいますので、そちらを参考にどうぞ。アップデートや変更があった場合は、その変更点を見つけてください。その時に動画にするかどうかはまだ決めておりません。あと、不平不満については一切受け付けておりません。穏やかな気持ちでご視聴の方お願いします。それでは、コールタワー説明したいなと思います。お願いします。はい、コールタワーですが、比較的マップが小さいですね。ですから、キラーがですね、湧く場合、サバイバーから32メーター以上離れているっていうのと、あと、車線が切れているっていうのが条件になります。初動に対してはですね、車線が切れている状況でキラーっていうのが脇位置になりますので、不用意にサバイバーが動いてしまうと、32メーター以上離れた場所であったとしても、早く視認されたりすることがあるので気をつけましょう。待っていれば、キラーが動いてくれたりするので、こちらから先に見つけることができるかなと思います。重要なのは、車線が切れているっていうことですかね。はい。それではですね、コールタワーの固有について説明していきます。こちらを正面で向いた場合、カタカナのハ、漢数字の8っていうのがですね、出来上がるんですけども、こう見たらですね、これを正面に向いてですね、右下には必ず、板があります。右下には板。右下の板が湧く位置は、このキャタピラの間にあるか、もしくはこの赤い車の横に板があります。この時点でですね、左上に窓と板があるのが分かります。なぜ分かったのかお伝えするとですね、ここに板が湧いた場合はですね、窓と板の位置がですね、ここに確定するということです。こちらに確定します。板と窓。次に、こちらを正面に向いた場合のもう一つの板位置がここになるんですけども、ここに板が湧いた場合は、左下に窓ができまして、こちらに窓ができまして、もう一つの板位置は、こちらになります。こことここが板の場合は左下に窓ができます。ですので、簡単に覚えることは、右下の赤色の車に板が出た場合は左上に窓と板、右下のキャタピラの位置に板ができた場合は右上の赤色の、車の横に板ができるのとですね、こちら正面に窓ができるっていうことですかね。この、破壊可能壁でないこの通路はですね、必ずハの字を正面に向いた場合の右下にできます。この通路は右下です。もちろんですが、このハの字はですね、90度や180度、こちらに
こちら側にですね、ハの字の、この照明が来る場合がありますので、その時はですね、こちらを正面に向いた場合の、見方をしてください。覚え方はですね、基本的には右下を見るとですね、分かりやすいですかね。ここ板の場合は、あっち窓。ここか、ここに板が湧くっていうことを覚えていれば、下側に板。だから、下側に窓。キャタピラに板がない。上側に板。上側、左上に窓と板。ちょっと覚えにくいかもしれませんけれども、何度かやっていればわかるかなとも思います。今回、キャタピラに板ができたんですから、キャタピラの位置に板ができた場合はですね、左下が窓確定します。キャタピラの位置に板ができたということは、こちらのもう一つの車の位置、ここに板が確定します。これが確定するんですが、例えばですが、キラーとですね、ここでチェイスを始まった場合にですね、キラーがこっち側にいた場合、倒してですね、キラーがあっち側にいた場合、もうここに、窓があるのがもう分かっているので、こちらの窓を使うことができます。あと、正面にキラーがいて、あそこに窓っていうのは見なくても分かるんですが、こういった場合にキラーがこちらからフェイントかけられた場合は、こっち回りで、こちらの窓につなげることができます。キラーはですね、逆に、こちらから追うような形で、倒すようにしましょう。もちろんこちらの板も、間に合うんですが、こちらの板よりも窓を使って、板の消費を抑えることができます。あと、そうですね、ロッカーの位置も覚えておいた方がいいです。ハの字の裏にはですね、必ずロッカーが2つありますので、こちらが、裏面だっていうことも、把握することができます。中にもロッカーがあるので、ロッカーの位置はいろいろなキラーに対してですね、対策できるので、覚えておいた方がいいかと思います。次にですが、このジェネレーターについて説明します。ジェネレーターがですね、発電機と言いましょうか。発電機がですね、今、サバイバー1人しかいない状態でありましたら、4台、発電機があります。ですね、発電機の場所は、あちらと、あちらと、ごめんなさい、あちらと、あちらと、固有ですね。なぜ発電機の場所がこの時点で分かったかというとですね、コールタワーにはですね、必ず丘が2つ発生します。コールタワーには必ず丘が2つ発生します。マックミランの系のですね、マップについてはですね、シェルター打つ以外が、丘が発生するんですが、コールタワーは必ず丘が2つ発生します。で、この丘のですね、上り口の左下、必ず、発電機があります。レッカーズも同様ですね。丘が生成された場合はですね、左下に、上り口の左下に発電機が、あります。上り口の左下。
発電機があります。レッカーズも丘が分けば左下に発電機があります。ただしこのコールタワーについてはですね、必ず丘が2つできます。ですので、4台しかないっていうこの状況であれば、固有にも必ず2階に湧くので、ここで、発電機が1、この固有の中の2階、丘があるあそこ、丘があるあそこということが、分かることができました。ですね。あと、コールタワーにはですね、このキャタピラがあるんですけども、このキャタピラの生成はですね、今から回るのが一つのオブジェクトと考えていただいて、こうですね。この一つの周りでですね、一つのオブジェクトなんですが、このキャタピラの周りには板が湧かないです。板が湧かない。ちょっと固有のですね、キャタピラはですね、あそこにあったりするんですけども、ああいったところにはですね、板が湧く可能性があるんですけれども、この一つの塊の中にですね、板が湧くことはありません。どういったところで、この板が湧かないことが重要になるのかって言いますと、例えばですが、チェイスをしている最中っていうのはですね、基本的にキラーを見つつ、後ろのオブジェクトをこう確認していく作業になります。例えばですね、ここの窓が見えたりであったりとか、あそこのキャタピラがあったりであったりとか、あそこのジャングルであったりとか、こちらのジャングルであったりとか、逃げれるポジションをですね、キラーを後ろで確認しながら、こう周りのですね、逃げ道をですね、探すんですね。チェイスの苦手な方もですね、こう焦ってしまうとですね、キラーしか見てないことがあるんですけども、基本的にはですね、後ろを見ながら自分の逃げ場所をですね、確認しております。その時にですね、キャタピラがあるっていうことはですね、あそこに板がないっていうことがすぐに、分かるっていうことですね。少ない情報ですが、こういったものも参考にしていいかと思います。板っていうのがですね、木の、ごめんなさい、岩のところにちらっと見えたんですが、少ない情報でしか取れない場合があるんで、例えば、ここであったら板が見えたりしたんですが、走っていたりとか、キラーを確認しながらで見ると、かなり、見えにくいですね、あそこの板っていうのが。ですから、こういう少ない情報であったとしても、板がないっていうことがすぐ分かれば、他のところに目線を、こう、あそこの真ん中からは避けて、違うジャングルのところに目線をやったりとか、するっていう形ですかね。